では本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生はもう月のこの爆発的な力のイメージがものすごく強くてですね、テクニックの先生が大事にしている部分を今日は動画で皆さんに紹介させていただければなと思っております。まず受けないと始まらないかなと思いますので、軽くこちらに、パンチを打つときに、結構皆さんがよく使う当たり前の重心を運ぶとか、体を回転させるとか、こういうことをあんまり使わなくても威力が出ますよ。本ですね。これをちょっと体感していただいて。おわなんか塊が大きいですね。でっかい塊がこうバスッときてるような感じを受けますね。これのまずは初級者編ですね。どうやったら今のような、少しの力で重いパワーが出るかっていうのを一緒にやらせていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。じゃあですね、まず強い突きの原理っていうのを知らないといけなくてですね、今こういうふうに突きましたけど、もっと強くしたいと思ったら、当然こうじゃなくて、もっと当然こうします。そうですね。オラっていうイメージですね。で手をやっぱ早く動かした方が当然威力が出ますけども、まず手術においては早く強く動かさないで威力を出す、体を作るっていうのを一番それを最初に練習するんです。スピードに頼らずに他の力を使う。根本的な考え方として、僕らの体っていうのは強い威力を出せるような構造になってないっていうのがまず大前提なんです。なんでこんなに鍛えても鍛えても鍛えた人間の腹に効かないのかというと、威力が出てないんです。ロスが発生してるっていうのを誰も気づけないんですよね。肩の関節に握ってるとかいろいろ言いますけども、一番威力が出ない原因っていうのは体のこのコアの部分ですね。お腹すごい今硬いと思うんですね。いやちょっと触ったことないですね。うわすごいな。実はですね、ここにまた落とし穴があって、この腹はですね、張って腹圧をかけてっていうお腹の使い方を空手家の方は皆さん研究されるじゃないですか。これは大事なんです。これがあると腹パン叩いていただいても思いっきり叩いてます。岩のように硬いと帰ってきますね。これは腹圧っていう体の使い方じゃないですか。この腹圧を固めるから体がコアが強く使えているわけでは実はなくてですね、表面だけ。そうなんですよ。骨をイメージしていただいて、こう背骨があってコアがビシッと通って強く固まるというか、そういう形を作りたいんですけども、こう柱みたいな構造物をこうグラグラしないようにしようとして、柱の遠く離れたところにこう何かで固めるっていうことはしないじゃないですか。そうですね。ですよね。なるべく近くにこう固めていきたいですね。背骨に行く、あとは近いところでペタペタ補強していった方がやっぱり強くなるじゃないですか。でも皆さんがこう体幹トレーニングで鍛えるところっていうのはよくあるプランクとかもそうですけど、この腹直筋だったり、インナーマッスルって言われても腹横筋とか、要は内臓より外側なんですよね。内臓を外囲ってる筋肉。なるほど。ここを一旦意識させない。だから今は腹圧かけて硬いですけど、これをまず捨て去って、表面を固めたから体幹が強くなっているぞっていう感覚を忘れないといけないっていうのがあって、これが落とし穴なんです。なるほど。中を使うためにどうしたらいいかっていうのをまず一言で言うと、大腰筋をこれはキーワード。本当に意識して使えること、締めようと思ったらぐっと締めれるっていうことがすごく大事ですけど、大腰筋を皆さん解剖図とか見ていただくと分かると思うんですけど、大腰筋っていうのは内臓よりも奥にあるんですよね。なるほど。背骨があって背骨の横、前あたりをこう張っているような大きい筋、編集で入れさせていただきます。もうそれを横から見ていただくとその図をもう一目瞭然なんですけど、内臓の内側にあるわけですね。内臓の後ろにあって、お腹とも背中とも言えない場所にある。でここを意識的に動かすっていうのは多分最初は全くできないんですよね。そこが動かせたらどうなるかというと、
そこを意識的に締めることができると、まず武道に生かす上では手とか足から出る力の質が全然変わるんです。それをちょっと感じていただくと、はい、例えばですね、じゃあまず腕からにしましょうか、はい、腕を伸ばす力、はい、伸ばす力、じゃあ三鎮でやってみましょうか、はい、三鎮の構えをしていただいて、この腕をこう強く掴まれたとしたら、こういうふうに肘をそうですね、はい、この時、上腕三頭筋、この筋肉使いますよね、はい、ちょっと頑張って下にグッと下ろしてみてください。難しいです。難しいですね。体がいっちゃいます、ね。そうですね。どうしても要は三頭筋をこう伸ばすだけの力っていうのは大したことないので、はいはい、ちょっと持っていただいて、はい、ガチッともう固定しちゃってください。はい、これを三頭筋だけで上げようとすると、そうですね。はい。そうですね。なんかむしろこう自分が浮かされちゃうような、体姿勢をピシッと締めます。はい、わかりますね。いやもう入った瞬間に違いがありますね。じゃあ片手でもいいんです。これ実は。はい。これでもいいです。これもう片手になると全然乗っからないですね。はい。重さが。で姿勢入れます。いやこれはすごいですね。勢いもいらないです。ゆっくりでもいいんです。はい、ちょっとゆっくりいきますね。はい、今姿勢が入りました。はい、これで重さが出ます。今度こうなる。はい、これでも一緒ですね。この方向でも一緒。本当だ。こう。でこれ例えば。はい、こういうふうに掴まれて、はい、上に上げるときは、はい、今度上腕二頭筋ですよね、はい、ちょっとグラッと上げてみてください。難しいです。これも難しいですね。じゃあちょっと持っていただいてガチッとこれやっぱ上げると難しいですね。はい、グラッとでまた姿勢を作ります。笑っちゃいますね。もう背骨から引っこ抜かれてるような感じになりますね。パワーがねもう全然変わっちゃうんです。姿勢さえできれば本当にはい、なんかこうドーピングしたかのようなすごい不思議なパワーが出るんですけども、はいはい、それをいきなり手でやろうとするのではなくて、まず体の状態でチェックしていく、ね、入る感覚を覚えていくと、はい、じゃあその感覚をマスターするのに、はい、簡単な検証をやってみます。はい、今からとても意地悪なちょっと注文をしますので、はい、気をつけしていただいて、はい、そのまま私にこうもたれかかってきてもらっていいですか。はい、もたれかかってきます。はい、今長野さんの体が乗ってる今体重がかかってるだけの状態、その状態から強く力を出そうとしてみてください。僕に力を加えようです。どう力入れていいか分かんないです。ですよね。はい。ここをちょっと足で押そうと思って、はい、ここを押し出したんですけど、そうするとこうグワンとなっちゃっていかないです、ね。今の姿勢がなぜ意地悪だったかというと、これ足を前後に開くと、はい、もっと楽なんです。そう力が出ますよね。はいはい、これなぜ力が出るかというと、実は体幹が強いからではなくて、足を重心の移動を使おうとしてるから力が伝わる。はい、でこうすると重心の移動も使えない、強い骨格の並びで力を出すこともできない。今何が必要だったかというと、この背骨の周りの筋肉が前に行くように何らかの力を込められるかっていうことがポイントなんです。でその体ができるといろんな動きにパワーを出す質が変わってくるので、ちょっとこう両手で支えていただいて、これをこうやって持たれるだけであれば角度深くしてもそうですね、全然変わらないですよね。でさっき言った大腰筋にグッと力をこの奥ですね、力を入れます。グッこうですね。きますね。なるほど。で今のですね見て、体をこうする動きをしたんじゃないかと思われるんですよね。その動きっていうのがお腹の腹直筋の動きですよね。試しに腹直筋を固めてみると、また持っていただいて、ここで腹筋固めると、お尻が上がるだけなんですね。ここが固定されてますね、胸が。ですのでこの時体を曲げる動きではなくて違う動きを体の中に作って結果体の中心がグッ
ピーンと効くっていうのを作りたい。要するにここをこう曲げるとここが固定さ胸が固定されてるのでお尻がこう逃げちゃう、はい、ただ先生が使われている筋肉の使い方ですとこちらがちゃんと固定されるというか、そうです、動かなくなるのでこちら側がグーッといくわけですね。でこれをじゃあ何をやってるかというと、コツがあって、それが伸びるということなんです、体の軸と考えて軸を上にツンと伸ばす意識、これを全力でやるんです、なんとなく姿勢を正すんではなくて、これが全力。見た目は分かんないです。分かんないですね。これは胸を上げるとかこういうわけではないですよね。まずそうですね、胸を上げてしまうと、伸びる、じゃあ伸びましょうってなって皆さんこういうふうにするんですよね。これは正しい背骨のカーブを少し変化してしまうことなんですね。胸を上げることによって腰を反りますし、正しく背骨のカーブが整った、状態で立ってそのカーブのまま上に伸びようとする力を体の中に作ると。でなんで伸びるかというと、伸びるという動きをすると大腰筋が収縮するんです。なるほど。脊柱の伸展をしっかりやると、大腰筋がだんだん動いてくるようになってくるんですけど、伸びることで大腰筋が収縮するっていう感覚がつかめないじゃないですか。そうですね。要は伸びてるのになんで収縮するのっていう感覚じゃないですか。そうですね。伸びてるっていうのは筋肉伸ばしてるわけじゃなくて、上に向かう重力にこう抗う動きを作る筋肉を働かせてるっていうことなんですよ。上に向かう、そう人が重力に対して、人っていうのは常に重力に抵抗していくわけじゃないですか。そうですね。この重力に抵抗する力の強さが立つ力なんですよ。こうなっちゃう。そうなんです。これを伸ばして我々は立っているという、そもそもが、これをただ立つんじゃなくて極限まで抵抗していく。もうこれぐらいで立つには十分ですよをはるかに超えるレベルで上に立っていくっていうのが強く立つっていう姿勢なんですね。でこれ我々立ってるとそれを感じにくいんですよね。当たり前のように立っていられるので、全力で伸びるっていう感覚がまずつかみにくい。じゃあですね、まず、そのまっすぐ伸びるを体感するために、ちょっと寝ていた。